おっさんアクアです。考察編第2回目。今回は水と水質についてです。で、またちょっと長いです。そして解説とか指南の動画ではありません。初めてアクアリウムをやるにあたって、その時僕がどう考えたかの話です。基本的な考えは考察編第1回目で全て話をしているんで、それとセットの考えであることを最初にお断りしておきます。さて、水です。水自体は誰でも知ってますよね。じゃあ、アクアリウムを始める前の僕にとって、水とは何だったでしょうか。まず、水道から出てくるのが水です。で、これに消毒のカルキってものが入ってるのは僕でも知ってました。水道水が美味しくないって言われる原因の一つでもあると思います。で、その流れでミネラルウォーターとかも出てきますよね。ここで軟水とか硬水みたいな話はパッケージに書いてあったりするんですけど、僕は硬水は飲んだらなんかイガイガするとか、それくらいの知識しかありませんでした。で、雨とか川とか海ですかね。これも水ですよね。冷やすと固体になる。で、蒸発する。この程度の漠然とした認識しかありませんでした。で、アクアリウムを始めようと思って調べていると、必ずこの水について全然知らなかった話がいろいろ出てきます。どうやら水についてもっと勉強しなきゃいけないっていうことですよね。でも、その水の話に突然ずらずらと元素記号が出てきちゃって、その記号の説明を長々とされても、正直まずは大枠から話してくれよみたいに思っちゃうんですよ、僕は。で、それらの科学的な話の結論として、元気で綺麗になるからって言われても、ちょっとね、僕は納得できませんでした。綺麗で元気っていうのが、反対の汚くて元気じゃない状態とどのくらい違うのかも全然わからないし、そもそも綺麗ってなんだよって感じてしまうんですよ、僕は。例えばカレー作るとして玉ねぎを飴色になるまで炒めてマサラを入れてうんぬんみたいな、そうすると美味しいよって言われても、別に水に具材全部ぶち込んでルー入れて煮ただけだってそれはそれで美味しいと思うんですよ、僕は。つまり最低限やるべきことと好みのためにやるべきことの境目がよくわからんっていう話です。この例えで言えば、前者は玉ねぎの皮を剥くとか加熱するとかで、後者はチョコレートを入れるとか一回冷やすとかですよね。これらをすべて美味しくなるからやるべきだってまとめられちゃうと、初めての第一歩としては僕はね、すごく壁が高く感じてしまうんです。なのでまず僕は最低限やるべきことは何なのかというのを念頭に自分の考えを構築していくことにしました。アクアリウムは魚を飼育します。まあ魚がいなくてもいいんですけど、魚は水中にいます。常にその環境にいないといけないとすると、人間にとっての空気みたいなものと言ってもいいと思います。この空気、僕らは快適に暮らすため日常でいくつか操作していることがありますよね。まず温度。現代では外にいない限りエアコンが効いていることが多いと思います。外的要因などで室温が変わるんで、これをエアコンで快適な温度にするわけです。で、次に不純物。空気にホコリとか湿気、細菌やウイルス、あと匂いの成分なんかもこれに含めていいと思います。で、これらは空気清浄機などでろ過して取り除いたり、外の空気と入れ替えて快適にしたりします。そして最後に成分です。健康に害がありそうなものに注意してますよね。例えばガスレンジのガスを出しっぱなしにしたり、密室で炭を焚いたり、有機溶剤の容器を開けたままにしないようにしたりしてます。人間だってこれくらいのことするんだから、魚にも色々必要なのは当然かもなぁと考えて、魚にとっての水に向き合うことにしました。だけど魚と人間では決定的に違いがあります。それは、魚は自分の意思でこれらを操作できないっていうことです。僕らは暑ければエアコンピッてやればいいけど、魚は我慢するしかないですよね。そう考えると、良いとされる環境のために水がコロコロ変動するのは魚にとってストレスなんじゃないかと僕は考えました。なので、水槽の水も全体像と同じく外的要因で変動しにくいよう考えていきます。これは前回の変動要素という話にもつながっていきますね。で、先ほどの空気と同じ3点に当てはめながら考えていきました。同じ流体だから仕分けは一緒でいいだろうっていう、またまたこれ安直な考えです。この辺は手法とかではなくて発想の話なんで多めに見といてください。まずは温度、水温ですね。大雑把に言えば夏は上がるし冬は下がります。
この水温が急激に変化すると生態にとって致命的になることも多いらしいんで、人間によって操作が必要になります。僕の家にいるスネークヘッド、カージナルテトラ、あと沼エビ、この辺を調べた結果、25度くらいが適温と判断しました。そしてこの水温を考えなきゃいけない場所っていうのは2つあります。水槽内の水温と水替えで入れる水温です。この2つに対して水温が高い時、低い時の対応が必要です。まず水槽内の水温、高い時は水槽用のクーラーや風を当てて気化熱で温度を下げたりします。そして温度が低い時はヒーターを使うのが一般的に見えました。そして水替えで入れる水に関しては、高い時は保冷剤とかで冷やしたりっていう感じですかね。温度が低い時はお湯を混ぜて温度を上げます。このたった4項目ですが、これらは1年を通して常に考える必要があって、安定した環境を維持するためにも先に対応を考えておく必要があります。まず最初に簡単なのが、水替えで入れる水の温度が低い時です。多分ほとんどの家庭は混合泉となっていて、お湯と水のバランスを変えられると思います。水が冷たければお湯を足せばいいだけなんで、これは簡単ですよね。で、次に水槽内の温度が低い時のヒーター、これは使わないことにしました。とにかくヒーターに関するトラブルをよく目にします。過失か事故かはちょっと置いといて、そのほとんどが魚にとって致命的な結果になってます。デザイン的に水槽に入れたくないってのもあって、インライン化も検討しましたが、これもやらないことにします。結局、僕の考えとして、1年ごとに交換しろっていう電気製品に魚の命を委ねる気になれませんでした。で、そうすると、エアコンで部屋の気温ごと管理するっていうことになります。電気代は上がりますが、ペットを飼う以上、ある程度出費が増えるのはもう覚悟の上です。そうすると、こちらの水槽内水温が高い時も、同時にエアコン管理っていうことになります。風を当てて水温を冷やすのは、気化熱を利用するんで、蓋を閉めておく必要があるスネークヘッドには向かないと思いました。蓋を網とかにしたくないっていうのもありますね。あと、水槽用クーラーですが、排熱で部屋の温度が上がってしまいそうです。これ根本的に水槽がある部屋に人間がいる以上、水槽の温度と人間の生活環境温度を2つ別々に管理するのは非常に面倒に感じました。だったら両方兼ねた方が話が早いし安定するんじゃないかと考えてエアコン一括管理を選択します。25度前後の室温なら別に不快な温度じゃないと思うし、寒いなら服装で対応すればいいだけです。魚のためにそのくらいするのは全然僕は問題ないです。最後に残るのは水替えで入れる水温が高い場合です。夏は水道水もかなり高い温度になってきます。で、水は冷やさなきゃ入れられませんね、そうすると。僕は先に挙げた通り、凍らせたペットボトルでバケツの水を冷やして使うことにしました。他にもエアコンで温度管理をしてるんなら、部屋にタンクを用意して、そこにあらかじめ水を溜めておくっていう方法もありました。おおむね他の水槽と同じ水温になるんで、これはとても楽な方法ですね。ですが、必要量のタンクを常に設置しておかなきゃダメなんで、単純にそれがちょっと嫌でした。なので水替えは普通にバケツリレーでやってます。ある意味一回一回確認しながら水をちゃんと入れられるんで、僕は面倒と思ったことはないです。アクア用の浄水器も便利そうに見えるんですけど、個人的に煩わしく感じる面がいくつかあって、使う予定は今のところないです。水温に関してはこんな考え方をしました。次に不純物です。で、これ、純水以外は全て不純物が混じってるんで、この言い方はちょっと良くないですよね。なので、アクアリウムにとって良くないとされる成分を取り除くというのを考えることにします。これは塩素や重金属って言われてますね。中和剤でこれらを無害化してアクアリウム用の水として使う。これが一般的に言われてますし、僕も腑に落ちるんでそうしてます。これ残留塩素が水生生物に与える影響の論文って結構たくさんあって、生物のサイズとか成長過程のどの段階かなどで影響度合いは結構変わってくるようです。ミジンコ段階への研究結果を見ると、やっぱり僕は無視できないなと思いました。そして生物が小さくなれば影響はどんどん大きくなるとも考えてます。例えばこれバクテリアとかに対してって話ですね。でもそれが問題となって表面化するかどうかはまた別の話です。表面化しなければ影響がないという考え方は僕はしません。なので水替えの水はしっかり中和した水を使った方が良いと考えてます。
そしてこの不純物の考え方として一つ挙げたかったのが TDS についてです。TDS メーターでは不純物の計測ができます。不純物って言うとなんか悪いものに感じますよね。なので TDS メーターで汚れ具合を測定できるっていうような解説も見たことがあります。ですが、この TDS メーターで計測できるのは電解質の総量だけです。これ植物の必須栄養素が含まれてるんですよ。シンプルに考えてこれ汚れですかね。ちょっと言葉の選択が良くないと僕は思います。TDS は汚れの数値って誤解が生じてしまう気がするんですね。水替え直前の TDS 値はだいたい 135ppm 前後です。ちなみにうちの水道水の TDS はだいたい 90ppm 前後です。まあすごい軟水とは言えない数値ですよね。このくらいの値だと硬くて黒い苔が生えるって言われてました。その他いろんな話を見ても水草水槽に硬度はとにかくダメって言われることが多いように僕は感じてます。だけど前回言いましたが、実際半年以上この水槽を管理してきて黒ひげ苔は一度も見たことありません。苔まみれになったこともありません。水草は普通に育ってます。でこれは硬度がどうこうっていう前に大事な前提があると僕が勝手に考えてるからなんですが、これらの考察は水草の回でお話ししますね。とにかく水槽内の水に対する TDS の値で分かることというのは、水槽内の電解質が増えたということだけだと考えます。何かが増えたんで水替えをしようというヒントにもなりますが、これは安定している時の水槽の TDS 値とどんな作業を水槽に行ったかを把握している前提があっての話です。TDS の値は汚れの指標ではないし、数値が上がるのが一概に悪いことではないと考えます。最後に成分です。水道水の値で水槽の水を維持すると前回お話ししました。でそこに至る考えは考察1の動画を見てもらうとして、水道水の値で維持をすることにもう一つ意味があります。それは水替え時の急激な水質変動をなくすということです。魚を水槽に入れる前に水合わせっていう作業を行います。もともと魚がいた水と自分の水槽の水質が違うんで、急に違う水が入ってきてストレスにならないようにゆっくり水を混ぜて水質を近づけていくわけです。じゃあ水替えの時もそれと同じことが言えるんじゃないのって僕は思いました。例えば pH6 が水槽の水質だったとして、そこに pH7 の水を3分の1一気に入れるのってなんかさっきの水合わせと整合性がないように僕は思ってしまったんですね。だとしたら水合わせでもパッキングに入ってる水の3分の1なら自宅の水を一気に入れちゃっていいってことになりませんかね。まあこれは魚のサイズと水量の比率っていう考え方とか、赤に青を混ぜるんじゃなくて赤にオレンジを混ぜるっていうような考え方もできますけど、この話はちょっと省きます。で結局こういう話をすると3分の1程度なら問題が起きたことはないっていう着地点になりがちなんで、僕は前回の動画の通り変動要素を減らすという考え方から同じ数値の方がいいだろうという方法にしてます。なので水道水の水質で水槽の水も維持しているわけですね。そして先ほど水替えの水の汲み置きはしないって言いましたが、僕は CO2 を添加してないんで、圧力の関係で CO2 が溶け込んでる水道水を早めに水槽に入れたいっていう考えがあります。じゃあ CO2 添加しろよって思った方は考察編1をご覧ください。あと水質調整剤とかは一切使用しません。これって環境がある値に傾こうとしてってるのに、それに逆らう薬を入れたところで一時的な解決にしかならないからです。そういった時に水道水の値で管理していれば、まず水替えを行うっていうことが最善策になり得るとも考えます。また全体的に注意していることとして、作業前は必ず手を洗うことにしてます。これハンドクリームとか薬とかそういうものが少なからず影響があると考えて、この辺はかなり気を使ってます。あとおっさんになるとね、いろんな油が出てくるんで、そういうのも入れたくないですよね。最後に僕の水替えの話をさせてください。僕の水槽では4日に一度、おおむね3分の1の水替えをしています。水替えの頻度は TDS を見ているのではなく pH、GH、硝酸、亜硝酸の上昇値から決めています。で、これはまず自分の水槽で水替え推奨濃度に何かの項目が届くまでの期間を調べました。これは試薬とかそういう話をいろいろ総合して考えてます。で、90センチ水槽で水量も多いんで、実際の数字だとグラフが長くて細かくなっちゃうんで、少し要約させてもらいます。で、推奨濃度に何かが達するのに10日かかるとします。
この到達した時が水替えタイミングのように見えますが、ここで3分の1だけ水を変えても上昇値が変わらないとすると、3日後にすぐ次の水替えタイミングになってしまいます。なので僕の水槽の上昇具合から4日に一度3分の1の水替えを行い、目標濃度から変動幅が少ないようにしてます。100% 換水ができないんで、これでも濃度はどんどん上がっていきますが、5分の2などに量を調整して濃度を下げていきます。濃度が濃くなってから一気に3分の2っていう考えもできますが、変動幅が大きくなるので、こまめな水替えという選択をしています。これはあくまでも水道水の値で管理するっていう土台があるんで、この方法が取れると考えています。なので4日に1回がいいよっていうことではないので、これは本当注意してください。これらが僕が考える土台になります。これまとめると、全体像での考察と同じく変動要素を増やさない。水温はエアコンで管理して個別の機器に左右されないようにする。水の中和処理はしっかり行う。水道水の値を安定数値の目標として設定する。これ別に大したことしてないので簡単そうに見えますよね。それは要素を減らしてるからだと思うんです。で、これらは全体像の考察で言った通り、変動要素を減らしてその範囲の中でだけできることをするっていう考えに基づいてます。これが僕の水に対する考え方です。ここまで話してきた項目をしっかり維持ができれば、アクアリウムの水として安定した環境が十分作れるんではないかと僕は考えました。一つしっかり言っておきたいのが、これは僕がアクアリウムを始めるにあたり、まずはここからスタートしてみようという話です。実際どんな作業をして、その都度僕がどう考えたかについては、90センチスネークヘッド水槽の動画を見ていただければなと思います。次回は水草についての話をします。これもよくある教えとは少し考える角度が違うと思うんで、もし続きが気になる人はぜひ楽しみにしててください。それではまた。